月29かな。うんそうですね。なんかね今日急遽依頼来ました。でテーブルの依頼なんですけど、これがね納品がね1月3日まで。急だけど頑張るだからもう正月休みないかなでこのテーブルを作っていきます。で今回テーブルもう今回材料支給、天板きれい。これカリンっていう木きれいわ、ね、カリン今回俺天板は当たりません。もう仕上げてもらってるんで、ね、カリンの木、これもカリンの木、これ足の材で、本当は同じ木で、足を全部作りたかったんだけどもう材料がないよねカリンは。だからこっちのまあなんとなく似たような木、なんていうの、モンキーポットって言うたかな。モンキーポット、俺もよくわかんない。カリンの木は縁起がいい木ね。あ、そうなんですね。そう、金運がいいって言うたかな。お金貸してもカリンって、あ、そういうなんか昨日調べたら出てきた言葉的なやつですねネットで俺もあんまり分からんけど調べてたら、なんかそういうお金に関してのなんかいい木らしい、縁起物って。だけど商売とかで使うね多分いい木だと思いますで今回そのテーブルはなんかね、ここ大分県佐伯市でうちやってるよね、で佐伯市に、正月プロ野球選手がキャンプに来ると。でその時に使うテーブルを今回新しく新調するということで、ね、私が作ります。急遽柳田選手は来るって言うと。ソフトバンクのですか、めちゃめちゃあとはね分かんない多分いろんな選手が来ると思う。すげえ、まあそういうことで頑張ってちょっと気合い入れて作ろうかなって頑張りましょう思ってます、じゃあね早速作っていこう、これテーブルはね厚さが6センチぐらいかな。6.5 ぐらいあるかな。厚い、いいね。コンクリあるといいねやっぱ。コンクリあるとずっしりで今回こういう結構ひび割れあるけど気にせんでいいって言われたんで気にしない、でこれでもう800しかないね。もう400しか取れない。本当やったら俺だったらこうやって耳残すんだけど直がいいって言うけ直にします。これはなんか足になるんですか。そう足、これ足が4本使うね。1個2個3個4個ってや両足。本当はこう1本もが良かったよね。だけどできんで、最初これ幅はな200でやってくれって言われたよ。200、201個2個よくそれじゃもったいないどうしてもこの重量でしょ。重たかったですね。重てえし多分ねつけた後つくけども、多分すっげえ揺れると思う。なんで400にしてもらってこれを急遽似たようなやつ、ただこれが相当硬いらしいよねとりあえずやりやすい方からいこうかな。こいつから取っていこうかなこれ400取るとしたらもう真ん中に切るしかないね。おしゃれ800しかないから。そうだね。これで切ろう。荒取りやね。これでも足らんな。足りませんね。よいしょ。行こう。
やね。次とはまた違う、削り子もまたなんか、目が細かいかな。裏が仕上がってないんだ。仕上がってないって何ですか？カンナとかそういうことですか？そうそう。本当ですね、なんかいいんならいいけど、まあこっちはやるけど、そのぐらいでいっとこうか。まあこれがそれが足の1本目ですよね。1本目とりあえずただ幅切っただけやけどまだ。相当下がるね。6000、7000。こっちの方が。結構熱いのもいけるんですね、これ。熱いはいける。限界やけ、限界までいくからここは残るんよね。かからんの。でも扱いやすいね。木としては程よい硬さ。杉なんかに比べると相当扱いやすいよ。今この針の木のやつを粗取り、とりあえず
まだとりあえず厚さだけうん厚さだけ揃えただけねで揃った。で次こっちのモンキーポットやったかな、うんこいつのをさっきと同じようにするんやけど、まあこっちの方が大変かな。どこを使おうかなから始めんといけないね、これ。これ一回印つけてもね、もうこんなん失敗したらああもう後がないからね確認していかんとね。こっちのはあれやね、やばいね。そうですね、こっちの方がやばいな。やっと厚さが揃いました。でこっからちょっとねまた加工していこうかなって。今度ね直角を出そう。直角を幅を落とすかい。よいしょ、一個ずつじゃねよ。ずれちゃう。いいね。まずここまで。よいしょ。でもう一個また同じことをする。よいしょ。
これ同じやつね。うん。これカエデ。カエデ、カリン。カリンの木。いいね。キレキレ。うん、気になりますね。これは揃うね。次はもう揃わずな。どこをどう取るかってね。これや。もうどこをどう取るかもねえな。もういっぱいいっぱいやね。いっぱいいっぱいやね。だいぶ違うけどね。そうですね。いや、揃えるか。いや、揃える。揃えんでも別に問題ないよね。そうだよ、こういうのはもう本当にあげない。なんていうかな、むくもんは特に。図面これでなんぼで仕上げてくださいって言ってもそうならん場合があるしな。ねえ。木が良ければいいよ。ちゃんと木がもうスラッと通っちゃきゃいいけど、なかなかね材料によって書いてやらんといけんし。デザインでもういいけどデザインだけじゃいかんのよね。難しいとかやな。よし、なんとかこれでねできましたって。これがね、この丸が天板にくっつこうね。でもう後の長さは、天板くっつけてからシャッと印つけて切ります。なるほど。で今度ねこれを加工していきます。今度。よいしょ。これな、いいね、綺麗。これがねいけるよね。こっちがぐらいね。裏もいいっすね、でも。多分こっちがね木ごもり。皮の方ね。基本こっちを出すことが多いんやけど、裏のが綺麗やわ。ね、こう面に。ほい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 って。俺は木裏の方が好き。基本。まあ見るけどね、目っていうか模様。でも好きなのはなんか木裏の方が好きなのが多いな。いいね。でもこれはこれであるよね。面白いですね。でもこっちを木裏で足をつける方で、これももう
もう切り間違いないそうですね。こればっかりはね。もう何回やっても確認はもう本当何回やってもいい、もうとにかく確認やっぱ硬いだけあってあれやね、はい、ちょっと猫まっすぐいかんね思ったけど、でもねなんか思った以上に硬くない。本当加工しやすい硬さかよ。ペーパーでこんだけ削れるしね。いいね。よっしゃ午前中終わりじゃあ次一応小口さっきペーパーかけてツルツルに仕上げましたね。ここいいね。いいよツルツル。次もう今度足の加工ね。よっこうはつかないよね。こうつかないね。こんな感じかなって。こうつけるとで今回ここら辺に何かを入れたりしないから、こうだとこう入れるのねこう、なので若干斜め、そうすることによってこう揺れも対処できるしこう揺れも対処できる。400これで350か。もっと削っていいね。削っていいわ。バランスが悪い。300にしよう。35ぐらいでいいか。ここは図面に合ってない図面がないけどな。もうそれもう、もう俺のなんて感覚、もう図面があるやつはもうそれに揃えてやらんといけんけど、今回ないけもう俺の感覚。ああいいんじゃね。こんな感じだね。
いいね、これでいこう。おしゃれおしゃれ。で今回足の取り付けないは今度ね、こういうちょっと変わったボルト使う。こっちがねネジになってて、こっちがボルトやね、ナットを入れれるようになって、こうやってネジこうハンガーボルト。ハンガーボルト。ハンガーボルト。へえ。もう家具によく使うあれや。家具とか手すりとか、大きいのからちっちゃいのまであるけ。テーブルの方に突っ込んで、後からネジで上からなるほど。止める。そのためにはこっちに穴を掘ってやらないといけない。ね、穴っていうのはこんな感じで、まあちょっと悪いけどね、こんな感じで作る。なるほど。ここに刺すんですね。そうそうそう。穴に刺して。刺してこう、まあ、足が1本の場合来ないな。で後で隠すからね、ここは。ああ、開いたままじゃない。そう開いたままはさすがにな。じゃああれですね、ビスとか金具はもう見えないんですね。そう金具は見せない。おお。どっちがいいかなって、こっちがいいかなって、こっちがいいかなって。この方がいいな。ね、ここ切るけど、あえて高さ揃えていけんけど、だから直で書いたの。これでいこう。これはね、そんなに正確さはいらないよな、ここは。7センチにしよう。端から7センチのとこがボルト芯ね。これがボルトの芯やね。これが穴やね。ちょっと見にくいけどね。蓋がつくよね。蓋、ああ、隠す。はい。だからここ周りをちょっと取りまで掘る。後でね、これがはいね、角のみで掘ります。こうウィン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 ってあって、そう、これが10ミリか、10ミリです。これ10センチで、今回まあ木の空いてるとこがここが点、これが点です。これが入った。足やね。なのでここを今回4にしたいな。40で、ここはね20にしたもんな。で60でしょ。ってことは40入る。というふうにしてます。まあ40入らいいね。あと2センチ余裕あるしね。もう20あるし、鍵盤60だし、これでガッチいくね。OK、よし行こう。
こえる。やったー。あとでこんくらいトリバで掘ります。この辺。それでそこにボルト通した後、組み立ててボルト通して、がっちりいった後蓋する。ね。ちょい伸ばしやね。毛書きね。毛書き。いいね。いいね。ぴしゃりくるね。両方からやって、ね。誤差を合わせる。そしたら真ん中。厚さも揃ってるし、どっちからやっても揃ってる。これが穴の位置やな。これは綺麗にね。ね、突き通した。とりあえず終わりで、次で今度ここの周りをちょこっと掘ります。で蓋ね。もう大体でいいけな。そんなに気を使わんでも大丈夫なんですよ。これ両面は優秀やね。両面テープは優秀やな。持っとくといいな。動かない大丈夫ね。6。いきなりいけるかな。6。ね。
でここは後でのみで取ります。本当はこういうの作るとこから見せるとよかったんやろうけど、ちょっと時間がなかったね。急にでしたね。そう急にやけどほんと。で今ここ線引いた真ん中のこの線に合わせるね。でこっちも中心をただ合わせてるだけ。おしまい。76308がしんぐらい。こうやな、こうした方がいいやろな。もうこうか、こんな感じやと思うんやけどな。あとどうするかって言ったら、もうあとはこうなるか、ちょっと開くかぐるんは違いのだけないな。なるほど。でもここに対して45度ぐらいでいいんじゃないかな。そうですね。まあこれで見て口に。でこうでもうちょっとです。こんな感じでいいんじゃねえかな。そうやろね。でもすごくいい感じですね。なんだね。仮の位置ね。そうだね。今日はここまで。いやでも本当楽しみですね、出来上がりが。で次明日が2つ作って組み立てて足を切る。ペッペッ。これつらいわ。じゃあ今日はおしまいね、ここまで。とりあえずで明日またお願いします。お願いします。これね、俺のこの蓋を作ります。幅は73ぐらい。帯のこで切ろう。切れるかな。切れましたね。切れるね。こいつが6ミリにしたから5ミリにしただいたい6、7ぐらい。40センチだけど、割れちゃうな。これちょっと悪いな。悪いね。こっちはいいけどね。
いいね、綺麗やな、やっぱ。そうですね。これを仕上げていこうかな。じゃあ今からテスト用のを作る。テスト用。テスト用同じのおお。これに合わせる。うんうんうん。下はもう全部一緒やしね。入れたら取れんけどあ、なるほど。そうそう、もう入れたら取れんけ。うちではもうこれでここで調節しておくしかそれであない。れば。そうそう、全部合うけど、もう入れたら取れません。よいしょ。これは何だ。あ、こっちね、厚さ合わせ。ああ、そう。そうそうそう、ここ入らんけな。で今直角出したから厚さやね、こんな。扱いやすい木やね。いいね。7、2ぐらいな。ピシャリやな。ピシャリやな。これやな。めちゃめちゃいいですね。あと1ミリぐらいかな。これもう入れたら取れんな。取れないですね。いいよ、もうこれ、もうこんな感じ。こんな感じ。いいね。こっち。スコットメントちゃんと入れるときに角をやっつけて、ここをね、やっつけてしまうけ。軽く面取っとこう。入れてみようか。入ったね。ピシャリやな。ああ、いいんだね。面白いよ。めちゃめちゃいいですね。バッチリやわ。
きれい。バッチリいいね。しょうもしない。これはここがいいか。こんな感じやね。こんな感じで埋めていこう。いいね。ここをちゃんと取っておかないと入らんけな。杉やったら入るけどね、多少曲がる、やばいけ。こんなんはな入んないんだよ。ちなみにこっちが叩き伸びで長い方、こっちが造作伸び。どういう違いがあるの？叩きはもうほんと叩くやつね、ハンマーで。大工さんが使うやつね、昔の。今大工さんのみ使うんかな。どうなんですかね。どうなんやろうな。あんまり見たことねえな俺も。のみもね入れる方向があるのよ。最初に繊維がこう縦やろ。はい。まず横で縦でしないと割れるんよね。角がこうなって、はい、で繊維がこう入ってる、ね、ここを取りたい、ね、で繊維がこうペッペッペッって入ってるから、まずこっちを入れてやらないとこの繊維が切れんのよね。この最初にこっちにのみ入れてしまうとここがねこのままここが裂けてしまうねっていう可能性がある。なるほど。可能性やでな。絶対とは言えんけ。だけどまずこっちで繊維をぶち切ってやる。なるほど。でこっち入れてからこっち立て入れる。繊維に対してそうの方がいいかなって。俺の場合はねこうやってやるわ。こうやって、でこっち下繊維が切れるけ、あとは大丈夫。こっちよ。出し7センチぐらい。これね。いいね。これマスキングのいいとこはこういうと彫りもんっていうか貼ってると毛羽が出らんのよね。パキッと割れにくい。いいね。よし。
あとは組み立てて様子を見て、でよければ仕上げ。もうペーパーがけやね。よし。じゃあ次いよいよ、ね、このハンガーボルトで留めていこう。5.5まで。こんな感じで、こんだけ入る予定。バッチリだね。いいね、できたな。ポツポツポツ。バッチリやん。1の右、1の右こっちやね。言うことねえ。言うことないわ。いや、どうやろ。ああ、全然は丈夫やわ。おお、ガッチリしてうん、ガッチリ。まだ真剣には締めてない。おう、真剣に締めんでいいわ。ここまで締まっちゃう。ガッチリや。いいね。一応ついたね。ガッチリガッチリ。いいね。あと足切るだけやな。いいんじゃない。こう当てるともう墨が出るね。これでまた外して切ると。なるほど。多分そんなに首はないと思う。これはこれで上等や。ああ、いいな。いいね。揃っちゃうね。揃っちゃう。若干よじれちゃう。若干よじれちゃうな。これがちょっと中へこんじゃないの。これが上が正解。もうちょっとこれやったらいいけど、こうした時に揃わんといけんけ。これからこうやな。なるほど。若干足が直角じゃない。これだけあと一緒。
600。完成がだんだん近づいてきた。どのくらい違うかな。全然違いますね。全然違うね。本当は今日の依頼はもうこれで OK。あ、もうそれどころなんですね。これでいい OK なんやけど、俺が嫌やけこれ、こっちこっちの方がいいですね。俺がどうも目立つ気嫌だよ。カンナでそうさんのね、手でやった方が角丸い。でもまっすぐやけどカンナの角。糸目取ってって言われるけど、まあそれでもいいんやけどな。やっぱ触った感じが角が立ってるんで、こうカンナの刃はまっすぐやけど、いくらちっちゃくなろうが角は立っとけば一応。そうですね。今回手でやると手が丸いけ、手が丸く取れるけどな、ちゃんとおめって。そうですね。だから俺は手にするんだ。よっしゃ。ちなみにこれワッシャーね。これスプリングワッシャーね。わかるとは思うけど、スプリングワッシャーは緩み止めね。なるほど。そんなも詳しく分かってなかった。嘘。何気にそう緩み止め。よし、できた。よっしゃー。いいね。完成や。とりあえずここでは。あとは店舗持って行って仕上げると。これあれですよね。またなんか塗るんですよね。塗るっていうか。そこは俺もうノータッチやけど。今回は。塗ってもらって。そうそう、持っていくと。店舗で持ってって組み立て。また組み立てる。で蓋をすると。なるほど。で終わり。
斜めもいいな足。おしゃれおしゃれ。お、真ん中。全然余裕やな。ここはあんまりいいな。いいですね。斜めありやな。丈夫やし。意外にどうかなと思ったらちょっと横なってもいいし。いいね。ここも使えるもんな。いいいいのできましたね。できたね。とりあえず組み立てて置いてみました。いいね。いいわ、もうガタつきなし。かっちりやもんね。本当は天板仕上げてここかな。俺の仕事じゃないよ今回。他の方がするんですよ。そう、もう他の人がやってくれる。あと塗装もね、やってくれます。で塗装してからまたこれ一回分解して塗装して今度お店で組み立てて完成。なるほど。で組み立ては俺が行きます。であとはこれね、パカッとボルト隠すんですね。ボルト隠しして終わり。でもいいのできたわ。ね、いいね。がっちりや。家で眠ってる気はないわな。そういうのがあればうちに持ってきてください。いいの作ります。ぜひこんなんでテーブル作ってって言えばなんとか頑張ります。どこに連絡したらいいですかね。どこかな、ホームページかインスタやな、のダイレクトメールで、お願いします。お願いします。あとですね、私事なんですけどふるさと納税もやってますので、大分県佐伯市のふるさと納税の方にいろいろ出してます。そちらも見てください。今日はおしまいです。塗り具合は変わらんわ。多分手触りぐらいやわ。塗った後それえらいベタベタしようけな。どうかなと思って。塗ったのは変わらんよ。ただ後の違います。わからんわ。わからんね。そっち側な、そこまで俺残ったことがねえよ。そこまで。下の下なんか裏塗っちゃうだろこいつ。こっちね。それずっとベタベタしよったけどな。今どうですかこれ。今もするわ。吸収が悪いんかな、木によって。なんかモンキーコット塗った時は大丈夫でしたけどね。本当。そうかもしれない。でも目によって違うのかもしれない。それはあるかもしれんね。で磨き上げておくわ。こいつ塗って下手つくよ。もういいわ。だって余裕。ここは毎回仕上げがやっぱり木が毎回変わるけ難しいっすよね。どうかな。俺これは初めて見たな。やっぱでもベタベタするなこいつ。蜜ろでも蜜ろにしようか。蜜ろの方がいいな。なんか触ってベタってなったら嫌やしな。なんやろ、乾きが悪いんかな。何やろ。杉に塗ってみてもらえますか。どれを？そうやね。
あ、やっぱ結構強いね、ベトベト感が。うんうん、塗膜が強いんか。強いんやな。あるうん、結構オイルサラサラしてないんだよな。ああ、結構くるね。うんうん、汚れとかには強いんかもしれんな。うん、ただまあ、乾くまでちょっと時間かかるああ、時間かかるけど、本当は1週間ぐらいやった後置いた方がいいと思うんですけどね、そうやね。匂いが取れるまでも、まあスーパー堪能期やけしょうがない1週間、まあ1週間とは言わんけど23日は置きたいな。でこれオイル塗った後もうこするんよ本当はね。2000番とかね。 2000番までいかんけどな。そうするとねすんげえツルツルになる。でまたちょっと薄く塗ってやる。カウンターもだから乾いたら1回 1000番ぐらいで800とか800ぐらいでで1回削って800傷つくかな。もうなあんまりそれ使わんのよ。800度から1000番とかあんまり使わんのよ。春にはありますよ、例えば240やろ、こうやってこするんよ。ね、こんくらいになったらいいかなって。お本当や。もう俺違いますね。もうこれで終わるんよ。じゃあいつも1000番とかでは使わんのよ。すげえ。もう1枚あればいい。もう何番とか変わんのよ。すごっ。それでこするともうツルツルになるよ。なるほどね。本当はこれにしとった方がいいんやけど。横目焼き。横目ああ、合ってくると思うよ。1000番使うんやったら耐水がいいわ。水つけながら。そうそう。この紙ペーパーの1000番って結構粒子がついておけば傷がつく時がある。耐水で。耐水の方がいい。オイルやけ水つけん方がいいかもしれない。そのまま。そのまま。目も目詰まるけど、もうそれはまあいいでしょう。濃い。ちょっともったいねえけどね。どっちでいこうか。どっちかな。本当。でも写真撮ってこ日々勉強ですな。俺もこんなの初めて見たな。Google さんに聞いてみようか。プラネットで調べた。プラネット塗料。出るね。プラネット。おお、いい値段するねこれ結構。なんかいいやつなのかな。どっちを塗るかちょっと検討しよう。はい。どっちでもいいです。やっぱなんかベタって残るね。ベタつきが残るんだな。触ってみていいですか、これがこれ蜜ろうが蜜ろうはどっかこの辺。俺も分かんないかもしれない素人すぎる。素人には分からない。僕も分からない。このあれがいいんかもしれんな。でも逆にまあ強い方がメンテはいいですけどね。それでいこう。それでがっつり拭いとこう。でお店の人にも拭いてって言っとこう。結構拭かんといけない。いいわこれ。かなり拭けばいい感じになるわ。
あ相当吹かんでけんな、あ吹けばいいわ、いいいい、全然もうなくなった、触りよったら、待って、いいよいいよ、木は難しいですね。難しいよこれもわからんもん、杉ヒノキじゃないし、本当にでもなこれ相当扱いやすい、癖がないですか。加工しやすい、で結局あれどれ塗ることになりました？こっちの方一応してや提で、供されたやつ、結局なんなんですかこのこれなんなんやろな、わからんねクリアオイルって書いてたんですけどね。ちょっと値段はいいわ、本当ですか？あのカンカンでいくらぐらいでしいくらい結構倍ぐらいするわ、た？おお、じゃあまあいいもんではあるんですよね。多分いいもんはいいもんやと思う、ただ俺が知らんなあ、初めて見たなあ、今日はね新年一発、1月2日です早いねでも早速本当俺、前回言った通り、これ前回やで、この前言った通り塗る予定はなかったんですよね。そうですね。だけどもうちょっと塗るようになりましたまあオイル仕上げやね、もうおお、オイルちょっとね、今回のオイルはもう向こうさん指定やけ、私はあんまりこれがどういうオイルかあんまり分かんないね、まあでもオイルには変わりないけんな、まあやっぱでも変わりますね塗ると。綺麗になる、いいね。粘っこいよねこいつ、なんかネバーっとするわ、ネバーサラサラ感は確かに。サラサラ感はないな、結構他のオイルってサラサラしてるけど、あ、そうなんですね。こいつはね結構ネバーっとしちゃう、ネバーって塗りにくい感じもあり塗ります。にくいね、ものすごく塗りにくい。でもすごいですね。オイルも触った感じでやっぱ分かるんですよね。やっぱこれ良くないってやっぱ言ってたじゃないですか最初。そうだよね。俺ももう全然分からなかった。海外のでもいいのはいいんだけどね。ああすごいいい感じ。でも悪くいいんじゃね。裏もねちょっと。いいね。いいかな。とりあえずここはね、なんで塗らなかったっていうと、後でここ埋めるからね、どうせ。もうお店に行って現地でやって埋めてから塗ると。これが塗ってるとこ塗ってる。そうそう塗ってると。全然違いますね。やっぱ色が出るね。いい色になりますね。綺麗に出んね。よっ。よっしゃな。ワックスって油ですよね。そう。本当ちゃんとなんか本当に油の匂いですね。これはね、いろいろ混ざっちゃったよね。アニアオイルとかなんか、アニアと何かがなんとかなんか何種類か混ざっちゃったね。だいたいアニアならアニア、蜜蝋なら蜜蝋。他の
植物性オイルだ、そうもう単体であるんやけど、こいつはいろいろ混ざっちゃったよね。不思議なあれやったね。これハケで塗る人もおるけどね。あ、でもなんか製材所にハケで塗ってるって言ってましたね。まあハケでもあるかね。それってその何の違いなんですか、布で塗るの。長野の違いやろうな。俺ハケ使わなきゃ分からんないわ。それは狭いとことかはねハケでちょんちょんとするけど、俺はなんかこう塗った方が、手で塗った方が木に染み込ませてるって感じがするけど、まあ確かにそうですね。ハケやったら上をシャー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 しようだけやああね。確かに。まあその違い俺も分からん。別にハケでも問題ねえと思うよね。ハケ塗った後拭き取れば余分な分がかなりくるけどね、ハケは。なるほど。でも結構海外の人がバーってこれをシャーってなってシャーってするわ。かけるんですね。それで伸ばしていくんですね。そうあ、それはそれでいいな。ああそうなんですね。悪いってわけではない。全然悪くない。そんな俺には財力がないけんもったいないな。そう余分な多分だいぶ出ると思うよ。いいね。このワックスを塗るのって、この見た目が良くなるってそういうことだけですか、メリットは。メリットはあと汚れとか、汚れを防ぐ。一応防腐剤、防腐にもなる。なるほど。腐れにくくする。ただワックスの欠点は何年か1回に塗り直してあげないといけない。なるほど。でもそれさえすれば長く家具として使えるという、まあすごいですね、いいですね。よし、とりあえずね終わりました。向こうにもね塗っておいてます。あとはこっちやな。どうかな。これ天板裏ですね。これ天板裏ね。天板裏は塗ってくれてるからざっくり。これが当たったとこだけ。まあ裏は見る人いないからね。まあそうですね。組み立てて。そう。でもちゃんとやっとかんとね。やることはやっとかんとね。やばいね。やば。とりあえずいいかな、これはこれで。はい。これが何日か経って落ち着けばいいけどね。この粘りが。今空拭きね、これ空拭き。これも余分な。そう余分なワックスを取れる。よし、いいな。やっぱ違いますね、さっきの裏と。そうだね。これはこれでいいわ。まあな、この手は塗らんでもあり。やっぱこうワックス塗るとちょっと色が濃くなる。濃くなるっていうか、木本来の色が出てくるんだ。ああ、なるほど。あれがじゃあ塗ったのがキーホールの色なの。本来の色、なんていうかな、綺麗に模様が出てくるわな、やっぱ。もうこのまんまがいいってなったらどうするんですか。このまんまがいいってなってもやっぱ保護みたいな感じしないってこ
してもいいんだけど、今度テーブルでしょ、水がついたりしたらそこがシミになりやすいよね。なるほど。今度はそこだけがね、ここだけが綺麗になっていて、なるほどなるほど、ね、もし油とか使ってしよったらムラがいっぱい出てくるわな。そのためのコーティングやな。まあこのままでもいいけど汚れるわな。まああれが塗ったって汚れるんだよ。だけどそこまでは汚れない。目立たないというか、大事ですね。でも塗るんが一番やな、やっぱ。問題はないけどね、別にこれがいいっちゅうのはもうこれで全然 OK で、今回ちょっと耳を少し丸くしたり、こっちと手で当たっていったりとこう削っていきます。もうほぼほぼ削らんでいいっちゅっただけ、もうちょっとこういう手で当たって刺さりそうなとこだけ削る。削るのはサンダーなんですね。サンダー。これが一番。これが合う。これが。もう基本手で締めるだけ。もうちょこっとだけ。ほんと今回軽くやね。軽くやるだけ。でも刺さる心配もなく、すごいツルツル、すげえ。いくら機械で便利やけど結局は人の手があるな。だからこんな感じかな。ないな。いいね。いいね。いい。で、またこう。せーの。よっ。よかったな、今日持ってもらって。このガタガタってのは皮と、この木の間にあれが入ってる、虫が。虫。まあこの模様がいいじゃいいかな。これはこれであり。これだともう軽く。
いいんじゃない。これをだから削りすぎないな。でもさすがに全く削らんよりは少しはあれしてやらんと。手が痛いけど触った時に手触りって10度やけね。いいじゃん。いいよいいよ。あり。きれいにできた。できた。いいね。いいね。このあれが怖いわ。手やりそうで怖い。ひびという亀裂が。瞬間接着剤で止めちゃっちゃろう。これでダメかな。どうかな。これ削った時に入れる粉ですか。そうこいつの粉ね。もう水をなじませるんですね。なるべく同じのがいいなと。割れ止めになるかな。手に刺さらないけど、刺さると音。角は軽く取るだけ。いいね。いいんじゃない？気が冷て気が冷ていいんじゃねえかな。いいね。ちょっとね、これもうほんと安いやつだけでほんと使い捨て。あ、そうなんですね。大分にあるハンズマンね、ほら
98円。安い嘘ガラクタ市やで。びっくりした今。たまにね、ああいうのが出るんだな、あーハンズなんて。いいすごいね感じしま。したね。ちゅうか、俺が買ってねえけどな。もらいもんやけど。すげえわ。うわ、すげえ。やろ、いるならやろうわってもらったよ。ちょっと塗るぐらいやったらいいですね。いいね。だって100均でもいいよ。おー。全然100均でも OK。伸びるね。あ、すごい。いい感じの色に。よいしょ。あ、ほんとこれねべえな。力がいる。ねばーっとしてる。ここでこぼこやけどな、たっぷりつけて伸ばしたろ。惜しみなくつけちゃう。よし、とりあえず完成で、とりあえず塗ったから今度は拭き取りで、これはまだ塗ったばっかりやからちょっと置いといて、先に塗ったやつね、塗ったやつの拭き取りしよう。その時にこうムラがあったらまた塗ろうね。ああ、でも、やっぱ乾きが悪いかなこいつ。まあでもいいね。いい。綺麗やね。綺麗ですね。いいね。よいしょ。いいね。入っちゃう。いいわ。つるつる。言うことない。これね。ちょっと入ってないとこ。もう何でもいいよ。筆で。シャシャシャって。でこぼこは何にくね。
多分1日置けばちょっとはうんベトベト感がなくなるかな。いいね。いいね。2つ。入れすぎ。ネバネバがすごいね。これでまたちょっと1日置いてまた吹き上げれば、大丈夫かな。これで完成やね、ほぼほぼ。でちょっと落ち着かせて、おお、これやな。こいつはちょっとほら出てきた。ちょっと削っちゃってるのと怖いね。手に刺さったら痛いけどな、結構。そうですね。で刺さるのだけがない、それが手に残るよね。ブスってそれがね、あともうずーっとチクチクするしね。嫌ですね、それ。だからね、よし。あとは大丈夫と思うけどね。とにかく触ることやね。いいね。いいわ。OK。きれいきれい。これでもう持っていけれる。持っていって組み立てだけやね。搬入して。ああ、いいわ。いい。本当ツヤツヤで綺麗ですね。綺麗よ。高級感がすごい。めちゃくちゃすごいですね。もう気持ちいい。気持ちいいね。手触りが。いいわ。そう、焼き印がね、見えるところに押せんけんや。なので足の裏に押そう。足の裏なら OK って言って。足の裏。やみき。やりにくいね。綺麗についた。いいね。よし。でとりあえず終わりました、ね、塗ってここまでがこの工房での作業終了、であと明日明後日に納品じゃないお店の方に
鉄板焼き屋さんかな。ちおおょっと高級やな、に持っていきます。そこでもう年末じゃない年始、プロ野球選手が来て食べると。いいね。俺もその席来ていけるか呼んでくれないですかねそれね。急遽やったっけね。俺毎回関わってるわけじゃないけどな。本当もう2週間ぐらい前に言われて作ってね、材料これでって言われて、じゃあ焦げ沸いてこうしてっつってそれからでちょこっとデザイン考えてバタバタやったね。でもなんとかできましたね。なんとか綺麗にはできた、いいのできた。素晴らしい。年末年始休みはなかったですけどそうだなかったね。ゆっくりする予定がいいね。なのでできればお店の人が OK 出ればね、また撮影、なければ俺が写真撮っていく、カシャカシャ、お願いします。そういうのを撮っていきましょう。でも今回は完成、何やったっけ、マオカーン、マオカーンでも出てこんのよね。そうですね。この木の名前ですよね。マオカーンっていう時ちょっと俺も分かんないでも木自体はものすごく使いやすいし、いいね。高級やね。なので今日はこれで終わり、ね、はい、以上やね。また次になんかつながるといいね。そうですねね、なんか皆さん依頼があったらどんどん言ってください。はい、お願いしますね、木をどこで買えばいいっていうのを相談もできると思います、ね、自分で買ってこれで仕上げてっていうのが一番安い方。なるほど。で家具屋さんに全部任せると高い、ね、これ家具屋さんがこの木がいい、この木を選んできてそこにねまたお金が乗っかるからね。そうですね。で自分で買いに行ってみればね、安い。あとは俺の手間賃家具屋さんに行くとその市場板買ってそこでもお金発生するし、10万円のが20万円になっちゃうかもしれんし。なるほどね。そこはしょうがないけどね。できたら目吉直に連絡を。そう直に言ってくれると俺は安くするね、いろんな製材処理も連れていくし、ね、ぜひぜひ、じゃあ今日はここまでです。以上です。こっちの方が広いね。でこっちが狭いけ、広い方をこう手前にします。そうっていうか、立てんといけんの。OK です。それ立てんといけんけ。結構。これで立てるね。こっちでしょ。これでさらに置きますよ。縦にいけるんですよ。こう。じゃあ那須さんも持ち上げて、俺これ下持ってきますね。そこいける。スラーボです。じゃあこれのままいけんすか。無理やわ。切り返し無理。無理。ああ、そうですか。どっかここに置いてこう。いいですか。ちょっと厚めに折って。そう。はい。で置きます。はい、置いて。はい。で立て。はい。立て。でちょっと待ってな。枝がついてる。あ、そう。もう一回いきますよ。せーの。こっちの壁は大丈夫です。あ、那須さんが挟まった。せーの。はい。せーの。これ折り返そうか。ちょっとせーの。いきます。せーの。はい。せーの。
ちょっと動くなこれが、せーの。はいはい。せーの。これ3人 OK。せーの。もうちょい。せーの。はいはい OK。はい。これでどうにか。とりあえずそこに。はい。こっちに行くね。はい。はい。もらいます。もらいます。せーのはい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 。はい。大変じゃん。いいいやいいですね。った3人持ってほんと2人じゃ無理やわ。それでもいいでしたね、これ何番？よっよっはいはい。よいしょ。よかった。これでこれでなんとか始めれます、始めるね。すげえな、すごいワクするね、すごい穴がこっち側の方がいいかなと思ったんですけど、こっちの方が見えないですね。こうだ。あ絶対そっちの方がいいです。あ、そっちはなこっち側にしようか。多分入ると思うよ。いやでも横から見えるよりかこっちの方がと思うんやけどな。いやいいっすよ。いい？まあ穴は埋めるけどね。いや真岡いかついね。すごいわ。存在感がすごいですよ。置いたらいいよ。合うわ。ワッシャーとこういうので止まる。ナットで。もうガッチリもうこれで取れんわ。相当決まるでしょ。めっちゃ決まりますね。もうどんどん入れんでいいよ。なんか白体が外向いてた。これね。あ、そうそうこれ。ありがとう。強っ。かわいい。押したよ。かわいいですね。もう多分一生光を見ない。支えていただき。片手的だ。いいやいいや。すごいわ。見たことないからいいですよね。このタイプの木を。そうやな。知らんわこんな木。まあ知らんけどいっぱいあるけども。特に知らんですよ。でもここは紙が内側ですね。どげしちゃったかな。こだわる人はな、木裏はもうこっち側とかな、木表はこっちに使わんといけんって人が多いけど、多い。でも今時表が出てます。俺はね、柄のいい方を出す。柄のなるべく。なんかね、そも柄のいい方が得意になってるから。はい。そうね。多分な、ここズレがねえけど、どれが来ても大丈夫とは思うんだけどな。一応ね、もう微妙に違うけんな。いや、この止め方いいな。いいやろ。いいな。これ強いよ。これボール板で穴開けたんですか、こうやって。いや、ドリル。普通の手で。何でも使ってる。
はい。ここあれ一般の人は入れるんですか？ここにお店ですね。ああ、ここで食べたいってなったら予約すればあいけるんですか？そのいけると思いますけど。有名人とかじゃなくてもいや全然。ここ行きますかじゃあ。ね1万人行ったら勝木が忘れてってくればいい。本当ですか？そういうの入れてるんですよ。いやいいですね。設計士とか筑紫とか入って。そうですね。そういう人が作りたくて。ずっとはめとんですか？はめボンドで。ごめん、もうこれボンドでいいよ。多分ねこれいやこれすげえ出る。すごいね。削るか。白。いいよ。よいしょ。立ててから乗ります？いや、打ってから立てます？いいね。これもちりめん取ったんですね。取っちゃう。でそれカンナで取らんのよ。かけるから。いや、角が立つけ。ああ。もう手がいいわ、そんなん取るには。ペーパーで。ってやって丸みが残るけな。カンナはどうしても角が立つけ。あ、取ったところの角。そう、取った部分の角がまた立つけど。もうなるべく手の方がいいな。この凸凹もあってもありやな。やった後やけど。いや、いいっすよ。ありやな。可愛いっすよ。これっちの方が可愛いかもしれん。面に揃えるより。そうですね。俺これでしょ。いいな、こっちの方が可愛いな。デザイン的にある。いいですよ。いいよ。オッケーオッケー。外していいよ。はい。逃げていいよ。はい。で、まあそう。せーの。じゃじゃん。おお。すげえ。すごいね。こういう仕事したいっすよ。ね。おお。すげえ。綺麗。これ照明と相まってすごいね。さらにいい感じになりますね。いいな。すごいね。わお。一発目の仕事にしたらだいぶいかつかったっすよ。ああ、いいわ。これやばい。これいいわ。で、ここもな、削ったんじゃんか。そうですね。だけ手触りが相当いいわ。本当だ。全然違うやろ。なるべくもう凸凹は残しておけな。ありがとうございまほんす。と軽くシャーってかけてぐらい。でもだいぶ違いますね。このあれが多分このくらいはいいわ。
平高山のいいやつらしい。本当に相撲しょれな。いいね。まあまあまあ、自分たち用です。